パイファミリーの癒しキャラでもあり、コメディ担当でもあるアーニャ。感情表現が実に豊かなキャラクターで、私たちを魅力あふれるスパイファミリーの世界に誘ってくれます。普段は天真爛漫なアーニャですが、謎めいた過去など実はわからないことがたくさんあります。今回はそんなアーニャの謎について徹底解説していきます。ネタバレありなのでご注意ください。アーニャは一体何者なの？人の心が読める超能力者で、かりそめの家族フォージャー家の長女として生活しています。父ロイド、母ヨルと出会うまでは多くの困難がありました。ある組織の実験体被験体007として生み出され、待っていたのはお勉強ばかりの生活。そんな生活に嫌気がさし逃げ出します。逃げ出してからは自分のことをアーニャと名乗り、人の心が読める超能力のことを隠しながら孤児院や里親を転々としています。そんな時に西国ウェスタリスのスパイであるロイドが養子を探しにアーニャのいる孤児院にやってきます。ロイドの心を読み、スパイだと知ったアーニャは彼に興味を持ち養子となるのです。イーデン校の入学条件が6歳ですが、実際は 4,5 歳だと思われます。アーニャの性格は基本的に子供らしい素直な性格をしています。思ったことはストレートに言う傾向があるようです。子供らしくワクワク感を基準に行動している節があり、ロイドや夜の裏の顔であるスパイや殺し屋の仕事に興味津々です。その好奇心がきっかけとなってフォージャー家が誕生しており、スパイファミリーにおけるアーニャの役割は大きいですね。少しずる賢い部分があり、超能力でカンニングして勉強やテストで楽をしようとしますが、失敗することも多々あります。ですが一人で部屋にこもって勉強するなど真面目な面もあるようです。普段の言動は幼いですが、いざという時は機転が利く子でもあります。アーニャの行動がきっかけで家族のピンチが救われることもあります。アーニャの超能力とは？アーニャといえば超能力ですよね。アーニャはテレパシー能力を持ち、他人の心を読むことができます。一見便利な能力のように思えますが、困ったこともあります。能力のコントロールはできず、常に他人の考えていることが入り込むため、人混みが苦手なのです。人混みに困惑するアーニャというシーンが数多く見受けられます。他にも新月の日は超能力が使えなくなります。アーニャの超能力については分かってないことが多いのが現状です。アーニャはテレパシー以外も使えるのかなど、まだまだ謎が多いです。アーニャの過去とは、ある組織の実験体被験体007として生み出されたアーニャ。この時点で謎がいっぱいですよね。ある組織とはどのようなところなのか、今も存在するのか、組織の詳細は現時点では分かっておらず、今後の展開に期待です。謎といえば他にも里親に出されては戻ることを繰り返しています。これは何かの伏線かなと思ってしまいます。超能力のせいで気味悪がられたという見方もできますが、それ以外にも理由があるのかもしれません。そして印象的だったのがイーデン校の面接時に見せた涙です。意地悪な面接官に今のママと前のママどっちが高得点だと言われた際に、ママとアーニャは涙をポロポロと流すのです。何か悲しい思い出があるのでしょうか。今後アーニャの出生についても何か重要な情報があるのかもしれませんね。ダミアンとの関係。読んでいて思わずにやけてしまうのがアーニャとダミアンのやり取りです。ロイドの任務オペレーションストリクスのターゲットであるドノバン・デズモンドの次男ダミアン。彼とアーニャのやり取りが実に微笑ましいのです。アーニャはダミアンに悪口を言われ、思わず殴ってしまいます。唖然とする周りのクラスメートたち。このシーンがまたコメディタッチで笑えます。後日アーニャはダミアンに謝罪します。いきなり殴ってごめんなさいアーニャ、本当はお前と仲良くしたいです。ポロポロと涙を流しながら塩らしく謝るアーニャの姿にダミアンはハートを射抜かれてしまいました。しかし残念ながら今のところアーニャに恋愛感情はないようです。今後の進展に期待ですね。名前の由来は？アーニャの名前の由来ですが、作者の遠藤先生がインタビューで語っています。スパイファミリーの連載前、
2014年にジャンプスクエアで掲載された煉獄のアーシェ、そのヒロイン魔女のアーシェ。2017年ジャンプスクエアスプリングで読み切り作品として掲載された石に薄紅、鉄に星、その中に登場する小さなメデューサミーシャ。この2人の少女の名前を合体させたものだそうです。他にもインタビューで遠藤先生はアーニャのキャラクターデザインにも触れています。煉獄のアーシェの魔女アーシェのデザインを簡略化したものがアーニャに生かされているようです。共通点として髪はピンク色で頭に2つ三角の髪飾りをしていることなどが挙げられます。アーニャはシリアスなストーリーに癒しと笑いを与えてくれる存在です。何より子供らしい豊かな感情表現が見ていて心地が良いですね。ダミアンとの関係も気になるところ。アーニャにはまだまだ隠された謎が多くありそうなので、今後明らかになっていくのが楽しみです。ここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルが良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。